皆さんこんにちは。チンスポの達人です。森記念財団が毎年発表している世界の都市総合力ランキングによると、東京は2022年版でロンドン、ニューヨークに次いで第3位だそうです。まさに日本が世界に誇る東京だと思うんですけど、今回はその東京がどのようにして誕生したのかを見ていきたいと思います。今日の東京が誕生したのはちょうど100年前と言っても過言ではないと思います。この動画をアップしたのが2023年9月1日なんですけど、100年前に何が起きたか分かりますでしょうか？はい、正解は関東大震災です。1923年、大正12年9月1日午前11時58分に関東大震災が起きました。この地震のマグニチュードは 7.9 と推定されていて、死者・行方不明者は10万5千人に上ります。これは阪神・淡路大震災と東日本大震災を比較した図になります。もちろん2つの震災ともすごい被害だったんですけど、関東大震災の死者・行方不明者の数は桁が違いますよね。阪神・淡路大震災では圧死した方が多くて、東日本大震災では津波による溺死が多かったんですけど、関東大震災では非常に多くの方が焼死しました。これにはいくつか理由があって、お昼時で食事の準備のために火を使っている家庭が多かったこと、強風が関東地方に吹き込んだこと、そして当時の日本は木造長屋が密集していたことが挙げられます。3日間続いた火災は東京を焼け野原にしました。震災の発生から5日しか経っていない9月6日に閣議に帝都復興の儀を提案した人物がいました。台湾総督府民政長官、南満州鉄道初代総裁、東京市長などを経て内務大臣として入閣した後藤新平です。まだまだ地獄絵図が広がる中で、後藤は100年先の未来を見据えた計画を提唱します。それは焼け野原となったすべての土地を国が買収して区画整理と幹線道路を整備した後に民間に払い下げるというものでした。その費用は年間の国家予算が13億という時代に30億だったとも40億だったとも言われています。残念ながら後藤のこの案は帝都復興審議会の伊藤名字や内閣総理大臣を務めたこともある高橋是清の賛同を得られず、予算も5億円ほどに縮小されてしまいます。これに東京市の予算や海外からの義援金を足した総額7億2450万円、現在のお金で約4兆円が復興費として充てられました。大幅に予算を削られはしたものの、後藤は東京の復興に取り掛かります。復興の中で最も力を入れたのが道路の整備でした。後藤はここに約4億円の予算を投じています。この時、東京を縦に貫く昭和通りと横に貫く大正通りを軸に幹線道路52本とそれに続く補助道路122本が一気に建設されました。その総延長は750キロに及んだそうです。直線にすると東京から山口県の徳山あたりまでの距離になります。ものすごい距離ですよね。しかも何がすごいって、車が珍しかった時代にモータリゼーションを見越した幅広の道路を作ったことです。昭和通りの幅は44メートルありまして、現在でも東京で一番幅広の道路となっています。ただ後藤は当初は70メートルから90メートルは必要だと主張していました。それが予算縮小の影響で実現には至りませんでした。唯一実現したのがこの東京駅の丸の内口から皇居を結ぶ行幸通りです。この道路の幅は73メートルあります。
で、総延長が1キロにも満たないので、一般道路としての役目は果たせていないんですけど、後藤が思い描いた理想の都市の一部を感じることができます。こんなに広々とした道路がもっとたくさんあったら、東京のイメージは間違いなく変わっていたでしょうね。で、この場所は東京マラソンのゴール地点にもなっています。東京を代表する場所の一つと言えます。で、この震災復興道路は将来の地下鉄を見越して27メートル以上の幅で作られました。っていうのも、それよりも狭いと地下鉄の車両が私有地に引っかかってしまうからですね。厳密に言うと地下40メートルまでが所有権の範囲なんですけど、何にせよ東京にこれだけ地下鉄が走っているのは震災復興計画のおかげであることは間違いありません。で、他にも都心をぐるっと回る環状線もこの時に計画されました。この環状線がなかったら東京もロンドン並みに渋滞のひどい都市になってただろうと言われています。復興計画では市街の区画整理にも約1億円を投じました。東京の東側の台東区や墨田区なんかは地図を見ると非常に綺麗な5番の目をしているのがわかると思います。で、逆に西側の例えば世田谷区や杉並区は区画整理が行われず非常に入り組んでいます。っていうのも、当時新宿より西はまだまだ農村地帯で、関東大震災後に人口が流入するようになったからですね。関東大震災の被害が拡大した理由の一つが、当時隅田川にかかっていた橋の倒壊により人々が逃げ場を失ったことが挙げられます。そこで震災復興橋梁として隅田川には9本の橋が、東京全体では425本の橋が架けられました。で、隅田川に架けられた橋は復興のシンボルとしての意味もあったので、一つ一つ異なる凝ったデザインとなっています。ちなみに琴問橋が架けられたことで浅草の塩靴業者が向島へ移り、玉の井が形成されました。そのあたりのことはこちらの動画で解説しているので、よかったらご覧ください。この薄いピンクのところが震災後に火災が発生した場所なんですけど、この境目に何があるか分かりますでしょうか？はい、公園や皇居です。樹木や大きな広場が焼け止まりとして機能したんですね。ということで、隅田公園、浜町公園、錦糸公園が新たに整備されました。で、この大規模な3つの公園の他にも52の小公園が作られました。文京区にある元町公園は特に有名でして、大正モダンな建築を見ることができます。で、実際見に行きたかったんですけど、今現在は改修工事中でした。なので代わりに両国公園の方に行ったんですけど、結構復興小公園には藤棚が作られることが多かったみたいです。この謎のオブジェはおそらく大正時代に流行った装飾なんじゃないかなと思います。で、これらの復興小公園なんですけど、基本的に小学校に隣接して作られています。狭い校庭を補って、で、地域コミュニティの中心地っていう役割を担ったんですね。復興事業では小学校も新たに117校建設されました。それまでは木造だったんですけど、不燃建築である鉄筋コンクリート造に生まれ変わりました。この銀座の数寄屋橋付近にある大明小学校もその一つです。今では災害時の避難場所として使われる小学校ですけど、それが決められたのもこの時になります。っていうか、ツタの覆われ具合がすごいですね。で、大明小学校と全く同じ作りをしているんですけど、こちらは上野の下谷小学校になります。1990年に閉校となり、
その後、都心の廃墟スポットとして有名になりましたけど、この度解体されることが決定し、その前に内部見学会が実施されました。よかったらその動画もご覧ください。他にも同潤会アパートを建設して被災者を受け入れたり、日本最大級の卸売市場である築地市場を手掛けたり、上下水道や電気ガスなどのインフラを整備したりと、実に多くの復興事業が行われました。1924年に事業が始まり、復興祭が行われたのは6年後の1930年になります。しかし、後藤は復興の完成を見ることなく、1929年にこの世を去ります。列車で岡山へ向かう途中に脳出血で倒れ、京都で帰らぬ人となりました。71歳でした。時は流れて1983年、関東大震災から60年が経った時、昭和天皇は記者からの問いかけにこう語ったそうです。復興にあたって後藤新平が非常に膨大な復興計画を立てたが、いろいろな事情でそれが実行されなかったことは非常に残念に思っています。もしそれが実行されていたら、おそらくこの戦災は非常に軽かったんじゃないかと思って、今更後藤新平のあの時の計画が実行されないことを非常に残念に思っています。確かに予算は大幅に削られ、理想とは程遠い姿だったかもしれませんけど、後藤新平がいなければ今日の東京はないことは間違いありません。後藤新平が100年先を見据えて計画した都市づくりは、令和となった今でも確実に築いていると言えるでしょう。はい、ということで今回は以上となります。この動画が面白いと思ってもらえたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。